どうもこんにちは、川口の健です。今日はこの赤いダービーやっていきます。前回の動画ではナンバー8のすくい縫いを中心にこの靴もすくい縫いをしたんですけど、その後こんな感じで中物を入れておきました。まず竹のシャンクをソールに沿って曲げたものを入れます。その後そこに革のシャンクを重ねて削っていきます。今回この靴のウエストはフィドルバックにするので、中央部分を三角形に盛り上げた形に削っていきます。次に前部分にはコルクを貼り付けてなだらかにヤスリで削ります。で、今こんな感じになってます。前部分がコルク、後ろがレザーが見えてます。中央部分分かりますかね。こう三角形に盛り上がっています。で、今回はこの靴出し縫いやっていきます。ソールを貼り付けてアウトソールの手縫いをしていきます。糸は麻糸3本寄ったものですね。この靴ウェルト赤く染めてから縫い付けたんですけど、この糸も先に少し赤く染めておきたいと思います。赤い染料の中につけます。これは一晩に水につけておいた本底ですね。オークバークのソール、水気を拭き取ります。この靴の底面のり塗ります。ソールを少し揉んで柔らかくします。ソールはベルトから少しはみ出させて貼り付けてます。はみ出し部分を包丁でカットします。ソールの余った部分を切り落としました。ではドブ起こししていきます。ドブ起こしは刃の厚みが薄めのものを使います。こんな感じで表面の皮を1枚めくってドブ起こしできました。次はウェルトを水で濡らします。出し縫いはね、結構準備時間かかりますね。縫い始める前までが。ここしっかりやっとくと綺麗でかっこいいソールが作れるんですけどね。そしたら温めたウィール、今回12番です。約2ミリ間隔のギザのついたウィール、これをウェルトに当てていきます。はい、ウェルトにギザギザ入りました。12番2ミリ間隔ぐらいなので、パッと見で少し細かめドレッシーな感じかなと思います。
縫いにくいウエスト部分から、外ウエストは、外側のウエストはそんなに縫いにくくないんですけど、内ウエストがやばいですね、いつものことながら。糸はさっきの染めた糸に松ヤニを塗り込んで先端にテグスをつけました。このウエスト部分だけは穴も開けづらいので先に開けてあります。今まで赤い革の靴って実はほとんど作ってないんですよね。というかここまで赤いの初めてですね。赤系でいうと一度去年友人にカイドウに作ったサイドエラスティックの靴があれがバーガンディだったんで、赤みがあったんですけど、それ以外ねバーガンディレッド系バーガンディ系の靴は作ってないので、これが2足目。もう1個ありましたね。かなり昔にこれまた友人二階堂に作ったサンダルが濃いめのバーガンディでしたね。別にその友人二階堂がバーガンディ好きっていうわけじゃないんですけど、たまたまですね。今回はかなり赤いので、なのでこの出し糸を赤でやるっていうのもね初めてです。地味でかっこいいのも楽しいんですけど、見た目が派手でかっこいいのも楽しいですね。あと全然関係ないですけど、ちょっと最近森人の動画、昔の動画をちょっと見返す時があって、靴の動画じゃなくて森の動画なんですけど、なんか改めて自分で見てみると、もう1年以上前ですね、2年前くらいのやつとか、なんか楽しそうでいいなと思いましたね。前は森人のあれで森のガーデニングとか言って森に生えてる草を紹介したりとか、ホームセンターで買ってきた植物を森に植えたりとかっていうのを動画にしてたんですけど、靴がどんどんね本格的になるにつれあまりやらなくなり、やってはいるんですけど動画には撮ってなくて、改めて見てみたらなんかこういうのまたやりたいなって思いましたという全然関係ない話でした。いい感じに出し縫いができてます。引き続き頑張ります。ひたすら縫います。出し縫いをするときに針に石鹸をつけてやってるんですけど、それがちょっとウェルトに溜まってるので書き出してきます。はい、出し縫いできました。赤いウェルトに赤い糸なのでそんなに目立たないんですけど、約2ミリ間隔で縫いました。だいたい片足120から150針ぐらいね、片足2時間ぐらいですね。ということでちょっと音が入ってなかったので後入れなんですが、何を話しているかというと、股関節が疲れますという話ですね。出し縫いするとき膝の上に置いて縫ったり、ももに挟んで固定して縫ったりします。その時に和ゲサというバンド、僕ナイロンバンド使ってるんですけど、これを膝に回して挟む力の補助もしてるんですけど、それでも、知らず知らずのうちにもも股関節あたりに力がずっと入ってて疲れます。もちろん首背中は疲れるんですけど、地味に股関節も疲れるという話でした。ということで本日の科学的でした。